はい、それでは、背景に役立つプロシージャルモデリング制作現場でのフーディニ実用例の紹介と題しまして、田中が発表させていただきます。少しだけ自己紹介しますと、背景関係のテクニカルアーティストとして主に背景のワークフローの改善やそれに伴うツール開発を行っています。まず RE エンジンにフーディニをインテグレートし、背景のワークフローをプロシージャル化する上で目指したことを説明します。プロシージャルを導入した理由はただ一つ、背景制作のワークフローを改善することが目的です。どのように改善するかというと、まずアーティストがリテイクをたくさん打てるようにする。面白いレベルデザインをするには、たくさんの、試行錯誤が必要です。しかしリテイクにはコストがかかります。リテイクに必要な過程を、少しでも手動から、プロシージャルな自動化へ変えていくことにより、リテイクの回数を増やし、またリテイクそのものへの心理的ハードルを下げることが、目的です。次に、アーティストの作業環境とゲーム本番構成の橋渡しをする。これは、アーティストが作業しやすいシーン構成とゲーム本番に最適な、シーン構成が異なっていることによります。従来は、アーティストがゲーム本番用の、シーン構成で作業するか、一度アーティストが作業しやすい作業構成で作業してから、手動で、ゲーム本番の構成に変換を行うということを行っていました。ここを手動で行うと、本番構成での、結果の確認に時間がかかる上に、さらに、手動によるミスも増えます。なので、ここの変換を、自動化することにより、アーティストが、作業しやすい環境で、作業を行い、また本番構成と、作業構成の違いを意識せずに、作業を行えるようにしました。プロシージャル化を行う上でこれだけは守ろどきをつけた項目が3つあります。まず長く待たせない。たとえ作業を自動化するツールを作ったとしても、ボタンを押して、その間作業が完了するまでに時間がかかってしまってはよくありません。そこで、どのツールを作るにしても、高速化を意識し、アーティストを待たせないようにしました。また、次に微調整を可能にする。プロシージャル化によくあるケースとして、プロシージャル化、自動で処理を行った後で、あえてここは変えたい、ここはルールにないこれを行いたいといったケースが多数ありました。そこでどのツールを作るにしてもどのツールを、作るにしても、どのツールを作るにしても後で微調整を行えるような、構成にしました。また最後に、RE エンジン上の操作だけで完結させることも目指しました。これは、自動化のツールを別ツール化してしまうと、RE エンジンの作業から別のソフトへの、切り替えのコストがかかってしまうからです。そこで、どのツールも RE エンジン上の操作だけで完結させることで、ツールを切り替えるコストをゼロにしました。これらを踏まえた上で今日は、このようなトピックについて発表します。まずは RE エンジンとフーディニを使った自然地形支援、次に背景ライティングでのフーディニ活用例、次にプロップ制作でのフーディニ活用例、そして最後に、ツールの高速化とその他の試みについて発表します。まず地形制作を行う上でフーディニをどう役立てたかを説明します。地形制作に関する RE エンジンとフーディニを使ったツールで代表的なものとしては、先ほど弊社清水の方で紹介したカーブによるマスクとアセットの配置を行うものがあります。この時できるマスクテクスチャーは1メートルあたり6から7ピクセル分の密度があり、全体の解像度は 4K ほどあります。このマスク、ところが 4K のテクスチャというサイズは現状ゲームで使う上でかなり重たい部類に入ります。4K のテクスチャはメモリを圧迫する上にキャッシュも占有してしまいます。またこのテクスチャはご覧の通りほとんどの部分は赤く塗りつぶされており、何らかの情報を持っているのは中央付近のカーブでペイントした道の部分くらいです。
つまり、4K 分のピクセルのほとんどの部分は無駄に消費されてしまいます。これは最適化して無駄を削ぎ落とす必要がありました。そこで行ったのが、こういった地形マスクテクスチャの最適化です。どのように最適化を行ったのかというと、クワッドプリーテクスチャという方法を使いました。このクワッドプリーテクスチャはどのようなものなのかというと、まずテクスチャを4分以上に分割し、この時ディテールを残したい箇所は細かく分割し、そしてその後で1枚のテクスチャにシェーダーの中で再構成するというのが大まかな流れです。一度クワッドプリーテクスチャを使うとどのようになるのかというのをお見せします。左が元の 4K のマスクテクスチャで、右がクワッドプリーテクスチャに差し替えた状態です。ご覧の通り見た目にほぼ違いはありません。しかし実はこの時テクスチャの容量は 1K 相当に削減されています。見た目を維持したままどのように容量を 1K 分にまで削減したのか、またそれをどのようにフーディニで行ったのかをこれから見ていきます。まず先ほど説明した4分2乗の分割というものがどのようなものかというのをちょっとイメージでお見せします。このように不均等に分割していきます。この時何らかのペイントが施されているところほど分割数を増やしていきます。そしてこちらが分割してできたタイルです。タイルの枚数は100枚から1000枚ほどあります。解像度はいずれも 32×32 です。そしてこのタイルをこのように分割してできたタイルに対して貼り付けていきます。この分割方法のミソとして、分割してできたタイルはその大きさにかかわらず同じ解像度のタイルが貼られているというところです。タイルの内容やそのできた大きさにかかわらず、すべて 32×32 の解像度の画像が貼られます。こうすることによって場所によって消費されるテクセルの数を大きく変化させることができます。この例の場合は端っこの何も書かれてなかった箇所は大きめ分割することでピクセルの密度を抑え、真ん中の方はたくさん分割することによって元の 4K の密度を維持します。できたタイルを元通り貼り合わせる方法を説明します。タイルの貼り付けに必要なのは正しく UV を計算することです。これはシェーダーの中で行います。まず UV の計算に必要な情報をすべて別のテクスチャに書いておきます。このテクスチャをバイアステクスチャと呼びます。このテクスチャをシェーダーの中でサンプルし、UV をこの式にあるように計算します。またどのタイルを貼るかはバイアステクスチャをサンプルした位置のタイル番号から判断します。それではフーディニーでの実装について説明していきます。このクワッドツリーテクスチャの実装には PDG と SOP の合わせ技を行いました。この PDG というのはプロシージャルディペンデンシーグラフというものでフーディニー 17.5 から入った機能です。PDG を使うことで複雑なデータ処理のパイプラインを組むことが可能です。定番の使い方としてはアセットのバリエーション生成などがあります。PDG のメリットとして基本的にSOP や COP で行うようなジオメトリーの処理や画像を処理をする操作を全て別プロセス化しバックグラウンドで実行してくれるというものがあります。このため重い処理を走らせてもフーディニーが固まらないというメリットがあります。なので処理を走らせている間にフーディニーのノードを見直したり少し編集したりするということが可能です。また PDG 化しておくことで HQ などを用いたレンダーファームの分散処理にフーディニーのノードを簡単に投げることができるようになります。では処理の流れです。まずはクワッドツリーテクスチャ化したいテクスチャのパスを指定し、次にタイルをアウトプットする先を指定します。そしてその後で指定した SOP、実際に分割の処理が実装されている SOP を実行します。SOP を PDG の中で実行する方法としては LOPFetch という名前のノードを使いました。この LOPFetch というのはどのような役割があるのかといいますと、Execute という名前のボタン型のパラメータを見つけて自動で押してくれるというものです。なので今回自作の HDA にExecute という名前のボタンをつけて、そしてそのノードのパスをこの LOPFetch に渡すことでその SOP のノードの HDA を
この PDG の中で実行させるということができました。そして、実際に分割処理を行った後に exe を DDS に変換するということを行います。これは何かと言いますと、フーディニは DDS のエクスポートに対応していないため、最初に EXR 形式の画像で、必要なデータを出力し、それを後で自作 exe で DDS に変換するという方法を取りました。では実際に分割を行う処理の部分に見ていきます。この赤く囲った部分の SOP の中で、行っています。まずテクスチャをハイトフィールドに読み込みます。テクスチャ関係の処理は今回はハイトフィールドを使って、処理を行いました。そして次に、タイルテクスチャとバイアステクスチャの作成を行います。この処理は、自作ノードで分割処理を行うことで実装しました。この自作ノードの作成方法については後ほど付属します。そしてタイルテクスチャをピング形式で全て出力し、そしてタイルテクスチャをRE エンジンのアレイテクスチャに変換するということを行いました。ここは Python ソップを使って実装しました。そして最後にエクスポートを行いました。ではクワッドツリーテクスチャでどれぐらい容量が削減できたのかをちょっとグラフでお見せします。左が 4K で、そして右がクワッドツリーテクスチャ化したものです。ご覧の通り、容量が10分の1近くまで削減できたのがお分かりいただけるかと思います。以上はクワッドツリーテクスチャによる、マスクテクスチャ最適化の説明でした。続きましてコリジョンの自動最適化について説明します。このコリジョン最適化を行ったいきさつですが、まず、制作現場でコリジョンに関する事故が多発するということがありました。どのような事故がよく起きたのかというと、プレイヤーが、地面から抜けてしまう、プレイヤーがはまって動けなくなる、プレイヤーが上下に振動し前に進めないといった現象がよく起きました。これはなぜ起きたのかというと、この原因は近年の背景制作のトレンドにあります。どのようなトレンドかというと、2013年の14年頃からアセットベースによる絵作りの仕方がとても盛んになってきたというものがあります。アセットベースとはどのようなものかというと、代表的なものでいうとメガスキャンのようなスキャンデータを地面に設置していくことで絵作りしていくというやり方です。実在する岩や木などを、そのまま取り込むことによって、手作業では作れないような自然物のディテールをそのまま、実際のゲームに取り込むことが簡単にできます。なのでこれによって、見た目の品質を手軽に大きく向上させることができるのですが、一点だけ、副作用がありまして、それがこのコリジョンの品質が落ちてしまうというものです。ではどのようにコリジョンの品質が落ちてしまうのかをちょっと例をお見せします。まず地面にはまってしまう。スキャンのアセットにコリジョンをつけてそれを地面にはめ込んだ結果、ほとんどの部分が地面の下に埋まってしまうと。またたくさんアセットを地面にはめ込むことによって、コリジョンのポリゴンの重なりがたくさんできてしまう。また、アセットごとにバラバラなコリジョンを作ったために、コリジョンのポリゴンの密度がバラバラになってしまうといったものもあります。他にも、ポリゴンの数そのものが増大してしまったり、またアセットの地面へのはめ込み方によっては鋭角が発生してしまうという問題もありました。これらを解決するためには従来は手作業で、絵作りをしてから手作業でコリジョンメッシュを作るという、後からコリジョンメッシュを作るということを行っていました。しかしコリジョンの修正はアーティスト化してみれば非常に苦痛な作業です。リテイクが入るためにこれを一つ一つ修正していくのは現実的ではない上に、この作業が存在していることでリテイクを打つ心理的コストも高くなってしまいます。そこでこれもフーディニによる自動化を行います。これがコリジョン最適化のイメージです。コリジョン最適化前はさまざまなアセットを差し込んでいるため、地面の下に多数のこのように使われることのないポリゴンが存在していたのですが、最適化することによって1枚のメッシュに修正され、またポリゴンの密度もある程度均一になっております。では実際の実装を見ていきます。
コリジョン最適化もクワッドプリテクスチャーと同様に、PDG と SOP の合わせ技で実装しました。PDG を使って SOP をバックグラウンドで分散して実行します。流れとしましては、まず、地形メッシュをすべて読み込みます。地形メッシュはだいたい10個か16個ほどに分割されているため、それぞれ PDG で、それぞれの処理を PDG で分散して実行します。そして次に、地形に配置されているアセット、フォリッチを読み込みます。ここでフォリッチの位置や OBB に基づいて、各地形のメッシュに仕分けます。そして各地形と、そして対になるフォリッチのグループを一つの塊に融合します。次に地形の数分だけできたメッシュのつなぎ目を修正します。そしてつなぎ目を修正したら、分割してエクスポートします。それでは地形とフォリッチを融合する方法について説明します。読み込んだ地形とそこに仕分けたフォリッチを一つに融合します。融合する方法としては、一度 VDB 化してからマージし、その後でポリゴンに戻すという方法を取りました。こうすることでポリゴンの重なりをすべて削除することができます。まず地形に一時的に厚みを持たせます。これは VDB の性質上、多少厚みがないと VDB 化がうまくいかないためです。また VDB からポリゴンに戻したときに少しだけ元の地形の範囲の外に、メッシュの一部がはみ出ることがあるので、これをブーリアンを使ってはみ出た部分を削除します。次につなぎ目の修正を行います。地形ごとに分散化して VDB 化したため、つなぎ目の頂点は全く合っていません。このままでは地形の境目に来た途端にプレイヤーが抜け落ちてしまいます。そのため何らかの方法で頂点の位置を合わせる必要があります。つなぎ目をなくす方法としては、当初はフューズソップの使用を検討しました。フューズソップはフーリンに標準で入っている頂点をマージしてくれるノードです。最近のフューズソップはバージョンアップがなされており、例えば、フューズして動かしたい点を特定のグループだけに絞ったり、またパラメータで指定したアトリビュートの値が同じもの同士だけをフューズするようにしたりといったように、フューズの強度を細かく調節できるようになっています。しかし、フューズソップでは十分に全てのケースをカバーすることはできませんでした。この画像の例では、点の間隔がバラバラのため、フューズ範囲を大きめに取らなくてはならず、結果として点の位置が大きく動いてしてしまい、形が崩れてしまいました。また近くに適切な点がなかった場合、右の画像のようにポリゴンが重なってしまう場合も発生しました。フューズをきれいに行うにはポリゴンの密度が十分にある必要があることが分かりました。しかしポリゴンの数を増やすと処理にかかる時間が増大してしまいます。なので状況に応じて割りを増やすしかありませんでした。では、いつどのように割りを増やすのが正しいでしょうか。このように向かい合う点の位置が十分に近ければきれいにスナップできます。なので、点の近くにエッジが向かい合っているときは、この時はこのように点の近くにエッジを割けば良さそうです。では、各点に対して分割するエッジをどのように選べばいいのでしょうか。異なるメッシュ同士をつなぎ合わせる方法を調査したところ、ちょうど良い論文が見つかりました。スティッチング&フィリングという2005年の論文です。この論文では分割を行うか判定するのに、正斜エベクトルの計算を行っています。正斜エベクトルとは何かといいますと、2つのベクトル A と B があったとき、A を B に投影したときにできるベクトルの長さが、このように内積とベクトルの長さから必ず求まるというものです。この数式を応用してみます。例えば、Pi という点が Pj、Pk からなるエッジから構成されていたとき、Pi をエッジへ投影したときの位置は、正斜エベクトルの長さと一致します。この時、エッジ Pj、Pk をきれいに分割するには、遮影されたこの赤い点の位置が、Pj と Pk の間にあることが望ましいです。このことを数式で表すと、正斜エベクトルの長さが0以上かつエッジの長さ未満であると書くことができます。実際にこの式を満たしていない状況を図で表してみます。まず、正斜エベクトルの長さが B を超えていた場合、
エッジの外にはみ出してしまいます。また長さが0未満だった場合、これもエッジの外にはみ出してしまいます。よってこの時はこのエッジを分割しない方が良さそうです。よってある点に対して分割するエッジ、そのエッジが分割するべきか判定したいときは、その点の近くのエッジに対して正射エベクトンの長さが0以上かつエッジの長さ未満だったときのみ、そのエッジを分割するべきであると判断できます。では実際にこれを、実装してみました。このように、2つの異なるメッシュがあったときにそれを近づけていくと、近づいた部分だけきれいにスナップしてくれるというものです。この様子を拡大して見てみます。このように点同士をくっつけるだけではなくて、点の近くにちょうどいい点がないときは、さらにエッジを分割してそこにスナップしていくようになっています。また一つの三角形に対して一つエッジを増やすだけではなくて、複数個エッジを増やしていくことも可能です。この仕組みは四角形だけではなくて、このように不定形の形に対しても応用することができます。こちらが実際につなぎ目をマージした後のコリジョンです。皆さんこれ、どこにもともとつなぎ目があったか分かるでしょうか。もともとはこのように十字に大きく切れ目が入っていましたが、これをこれぐらいきれいにもともとどこのつなぎ目があったかわからなくなるぐらいまで修正することができました。他のつなぎ目の例です。すいません。これぐらい隙間があったとしてもきれいにつないでくれます。コリジョン最適化のこれからの予定です。まずより大規模なシーンへの対応、今回使用された地形よりもさらに広いシーンでの適用に対応していきます。次につなぎ目修正機能の汎用化、頂点の位置が異なるメッシュをきれいにつなぎ合わせる仕組みは、コリジョン以外にも応用が見込まれるため応用化していきます。またその際は、今回のコリジョンの最適化の例では発生しなかったようなケースが応用先ごとに出てくると思われるため、さまざまなケースへの対応がちゃんとできるようアルゴリズムを強化していく予定です。以上はコリジョン最適化の発表でした。次にフーディニーの背景ライティングへの活用事例について説明します。RE エンジンでは間接項にライトプローブを使います。ライトプローブとは空間に置かれた球体に周囲の GI の情報を持たせるという方法です。アーティストはプローブを追加したり位置を調節することで GI の質を高めます。ところが今までこのフローには大きな問題がありました。それはプローブの位置調節の手段が手動であるという点です。例えば地形や建物の形状が変更されれば、再びまた手動でプローブの調節をやり直さなければなりません。また担当エリアが広い場合、すべてのプローブを手動で制御するというのは現実的ではありません。よってこれを解決するため、プローブを自動で配置する方法を検証しました。理想的な配置は、密度を可変にしつつプローブネットワークが崩れない状態です。例えばプレイヤーが移動できるところや建物の中などは、密度が高い方が良いです。しかし急激に密度を変えてしまうと、プローブのネットワークが崩れてしまい、密度が大きく変化している場所でのライティング結果がおかしくなってしまいます。プローブ配置を自動で行う方法を調査したところ、2017年の GDC にて、アクティビジョンさんが、発表していた方法がこの要件をよく満たしていました。このアクティビジョンさんの発表で行われていた方法はどのようなものなのかといいますと、このように空間を三角錐で埋めていくという方法です。地形があるところだけ、三角錐の分割を増やしていきます。ワイヤーフレームで、これをお見せすると、ちゃんと中にも、プローブネットワークが組まれているのが確認できると思います。このネットワークの一辺を取り出してみるとちゃんと三角錐になっています。また部分的に、このように8面体も構成要素の一部になります。この分割方法の詳細が知りたい方は先ほどの、アクティビジョンさんの、発表をご参照ください。
分割を行う注意点として、プローブの密度がばらけすぎないようにするため、この時隣り合う三角錐の分割数が1以内に収まるようにしました。右の画像では分割数が3から4ほど差が出ているところがありますが、左の画像の同じ部分ではしっかり分割をさらに追加で行うことによって1以内に抑えています。またこのツールはアーティストによるプローブの密度を頻繁に微調整するため、なるべくパフォーマンスを維持できるようにしました。この動画ですと 140m×140m の地形に対して三角錐8面体合わせて2から3万ほどで構成されるネットワークをこのようにインタラクティブに生成しています。このツールは HDA 化し、RE エンジン上で使うことができます。ライトアーティストがプローブの密度を制御するための仕組みがいくつか設けられています。例えば閉じたメッシュで囲うことによって、囲ったところの範囲のプローブの密度を増やすということができます。この動画では、立方体型のメッシュを使っていますが、閉じていればどのような形でも使うことができます。なのでこの四角に対して割りを増やして、もっと複雑な形で囲うことで、プローブの密度を高める範囲をもっと複雑な形にすることも可能です。またプローブを追加するだけではなく、消しゴムのように消すこともできます。閉じたメッシュで囲った範囲のプローブを一切削除するといったことも可能です。以上がライティングにおけるフーディニー活用例の紹介でした。次にプロップ制作における活用例を3つほどお見せします。まずロープジェネレーターです。カーブを引くと建物や地形に沿ってカーブを変形し肉付けしてくれるというものです。次に積雪ツールです。建物の屋根などに自動で雪を積もらせることができます。これらのツールはタイトルのテクニカルアーティストではなく弊社の VFX 室が依頼を受けて作成したものです。弊社の VFX 室はタイトルでは作れないようなタイトルの TA では手が回せないような汎用的な HDA を作っており、またカプコン社内のフーディニーに関する依頼を一括で受け付けております。最後につらら作成ツールです。頂点からで塗ったところにつららのメッシュを作ってくれます。つららが伸びた先に地面などがあったときはそこにスナップして溶接してくれます。最後にツールの高速化やツールを便利にするために行った試みについて紹介して終わりたいと思います。まず HDK です。HDK とはフーディニーの API で C++ で記述します。できることとしては、ソップやドップ、コップなどで使うノードを C++ を書いて実作することができます。また、フーディニー本体のビューポートのカスタマイズも可能です。右にある画像がその一例なのですが、
メジャーソップを使った時に色が変わったり矢印が出てくることで、来たりします。 HDK を使うメリットとしては、重いノードの処理上げが期待できます。今回紹介したクワッドプリテクスチャやライトプローブ配置はいずれも最初にフーディニでノードで実装し、その後で HDK 化することで高速化しました。 HDK 化することによって、当初クワッドプリテクスチャは1回処理を行うごとに10分かかってたものを20秒に、またライトプローブ配置は3分かかってたものを 0.041 ミリセックに高速化し、インタラクティブに使うことができるようになりました。このように今回は大きなスピードアップが実現できましたが、必ずしも HDK で書けばスピードアップするというわけではありません。ものによってはそんなに変わらなかったり、かえって遅くなることもあります。高速化が見込まれるものとそうでないものをちょっとここで列挙します。まず、高速化が見込まれるもの。これは一つは並列化ができない処理です。アルゴリズムの内容的に並列化させられないようなものなどが挙げられます。また、for each ノードを使う処理。for each ノード、これは高速化の効果が大きかったです。また、既存のノードでは実装が難しい処理。例えば、再処理などはラングルで書くとコンパイルエラーになってしまう上に、またノードによる実装もかなりややこしくなってしまいます。こういったものは HDK で C++ で書くことによって、実装をスッキリさせることが可能です。またポイントラングルなどでアドポイントやアドプリムしているもの、これは、点やプリミティブの追加が、比較的重い部類に入るためです。次に高速化が見込まれないものです。ポイントラングルでアトリビュートの上書きのみをしているもの、これは、ラングルやボップなどがそもそもすでに、十分高速に動くようチューニングされているため、HDK に書き直したとしてもほとんどパフォーマンスが、向上しません。また、もともと処理に時間がかかるものなども、HDK 化してもあまり変わりませんでした。HDK とは別にレンダーファームによる処理のクラウド化も行いました。HQ とはフーディニで簡単にクラウド化が実現できる仕組みです。フーディニで作ったヒップなどをクラウドで処理することが可能です。レンダーファームを使うメリットとしては、重い処理をクラウドに投げるため、ローカル PC から重い処理を解放するといったことができます。また分散化するので、分散処理が可能なものに関しては高速化が期待できます。また、ジェンキンスなどと、共存することによってフローの自動化なども可能です。HQ を使用した一例を紹介します。先ほどのライティングへのフーディニ活用事例なのですが、プローブを配置した後にそのプローブへ周囲の GI をベイクするという処理が発生します。そしてこの GI のベイクですがそれなりに時間がかかります。GI のベイクにかかる時間を調べたところ、1年にかかるであろう待ち時間がだいたい63英雄日分でした。そのため、この GI のベイクを HQ を用いてクラウド化することにより、ライトアーティストの63英雄日分の作業時間を取り戻すことができました。ではまとめ入ります。フーディニを用いることによって、地形制作RE での地形制作のフローを改善することができました。またフーディニをライティングへの導入も行いました。またプロップ制作における導入も行いました。またフーディニを使ったツールの、品質を上げるため HDK 化による処理上げを行い HQ によるクラウド化を行いました。